あなたはかつてペットショップで起きた冷酷すぎる殺害事件をご存知でしょうか。ある日、埼玉県熊谷市に住む家族に突如悲劇が。いつものように愛犬に餌をあげようと庭に出た母。彼女はそこで目を疑うんです。母が見つけたのは変わり果てた愛犬の姿。昨日まで元気に動き回っていたのにどうしてなのか。突然の事態で悲しみに暮れていると、そこにある男が現れるんです。それは愛犬を購入したペットショップのオーナー。男は優しい言葉で家族を慰め、気持ちを切り替えるために次のペットを迎え入れることを勧めます。家族はその言葉に納得し、次の愛犬の購入を決めました。うまくいったぞ。この商談が決まった時、男は薄ら笑いを浮かべていたんです。そう、この男の正体は新しい犬を売るために客の愛犬を殺害するサイコパスだったんです。非人道的なやり口で荒稼ぎするペットショップのオーナー。犬を売るために犬を殺害する極悪非道なビジネスの裏側とは。そしてこのオーナーが引き起こしていた凶悪事件の全貌とは。そうアルゴメトリーのケンちゃんです。やみこちゃんよ。かわいくない？視聴者さんからもらったの。私にも引きを取らないくらい可愛いでしょ。俺の分はなんでやみこだけ来んの？もう最悪。もういやでもありがとうございます。視聴者の方、送ってくれてた方。でも俺はあれというわけでね、本日ご紹介するのはですね、サイコパスすぎるペットショップ経営者についてなんです。ペットといえばね、結構珍しい動物飼ってる人とかもいますよね、周りで。コモドドラゴンとかでしょ。あとなんか目が大きいさ、ちっちゃい猿みたいなやつね、飛ぶやつとかね。猿ね。いや、それ猿だよ、それ多分。というわけでですね、まさにね、極悪非道すぎるビジネスモデルで荒稼ぎしていたわけなんですけれども、僕の滑舌ぐらいね、ちょっとやばいんですけど、一体どういうことなのか、早速その実態を見ていきまぴょう。極悪ペットショップの全貌。遡ること28年前の1993年、埼玉県熊谷市で大繁盛していたペットショップアフリカケンネル。ここは50代の夫婦が営む小さいお店だったんですが、売り上げは大変好調だったんです。しかしそれは真っ当な商売によるものではありませんでした。そのビジネスモデルは悪徳そのもの。冒頭でお伝えしたように、客の愛犬を殺害し、悲しみにつけ込んで新しい犬を売りつけるというものだったんです。しかも売る犬の一部はどこからか盗んだ犬だったこともあったんです。悪徳すぎるっていうか、じゃあ犯罪じゃん。これもこんなんじゃね収まらないですよ。どんどんね、さらにね、悪どいことに手を染め始めていくんです。翌年の1994年2月中旬、マスコミがあることを大々的に取り上げ始めました。それは埼玉県熊谷市近郊で次々発生していた連続失踪事件。なんと4人もの住人が謎の失踪を遂げていたんです。その内訳は会社役員の男性、主婦、そして暴力団幹部とその運転手という一見関連性がない方たち。しかしこの4人にはある共通点があったんです。それは悪徳ペットショップアフリカケンネルで犬を購入していたということ。警察は悪評が目立つアフリカケンネルとこの失踪事件に何らかの関連性があるとみて捜査に乗り出します。しかし捜査開始からしばらく経っても事件につながるような証拠が一向につかめないんです。それもそのはず。なぜならこのペットショップの経営者が4人をこの世から物理的に消してしまっていたから。このペットショップのやつが4人殺してたってこと？これいや、そうなんですよ。このね、ペットショップアフリカケンネルの経営者である関根という男がね、この事件のね、黒幕なんです。物理的に消したってこれどういうことなの？なんかね、4人殺害したんですけど、その後ね、ずっと見つからなくてね、遺体がね、どこにもなかったんです。じゃあ、一体どういう方法でそれをしたのかっていうね、早速ね、見ていきたいと思います。遺体を透明に。ペットショップアフリカケンネルは夫婦の共同経営なんですが、その主人である関根源、この人物こそが今回の事件の全ての黒幕。後に明らかになった冷徹すぎる犯行手段は世間を震撼させるんです。先にお伝えした通り、関根の経営方法は悪徳そのもの。実は客とのトラブルが頻繁に起こっていたんです。関根は折り合いがつかない客を店のガレージに呼び出していました。そしてあるものを飲ませていたんです。それは硝酸ストリキニーネ。この硝酸ストリキニーネは動物の殺処分に使われる薬品。まさに劇薬で、これを飲んだ者はたちまち死に至るんです。それだけではなく、死の間際に筋肉の激しい痛みや強い不安、恐怖を伴うという毒薬でした。そのあまりの危険さから一般人は入手できないんですが、関根はペットショップ経営者という立場であるため簡単に手に入ったんです。この毒薬で地獄の苦しみを与えて殺害した関根。
たまたま近くにあった凶器がその硝酸ストリキニーネだったのかもしれないんですが、関根はもちろんその恐ろしさを知っていたはず。彼はこのような毒薬を躊躇なく人間に使うことができる正真正銘のサイコパスだったんです。そして殺害後、さらなる行動を起こします。それは遺体を透明にすること。遺体を風呂場でバラバラに解体し、灰になるまで焼いたんです。さらに焼いた時の匂いを防ぐため、事前に骨と肉を切り離す下処理をするという徹底ぶり。怖っ。ですが一体何のためにそんな面倒なことを行っていたのか。後に関根はこう語っているんです。死体がなければただの行方不明だ。証拠があるなら出してみろ。俺に勝てる奴はどこにもいない。そう、関根が目指したのは完全犯罪だったんです。いくらなんでも発想がサイコパスすぎるわこれ。いやまあそうなんですけど、その一方でね、やっぱり賢いんですよね。実際ね、警察の捜査はね、行き詰まってしまったんです、これさ、隠すの超大変じゃないこれ。例えばですけど、普通の成人男性ね、大体60キロぐらいだとしましょう、殺してね、そんなにね、重たいね、人間、成人男性をね、一体どうやってバラバラにして、しかも遺体を隠したのかっていうね、どう思いますかっていう話なんですよ。実はこの遺体処理には協力者がいました。それは妻と従業員 Y はその依頼を一度は断ったんですが、犯行をばらしたら家族に危害を加えると関根に脅され、恐怖で支配されていたんです。またもし仮に警察に自首したとしても、物証が何も残っていないことから犯行を立証できるか確信が持てなかったんです。実はね、この関根という男はペットショップ界ではね、まあそこそこ有名な男だったんですよね。まあそんな感じでね、優秀でね、まあ実績もあったんですけど、一体なぜその能力をね、犯罪に使ってしまうことになったのか。天才の霊落。関根はもともと非常に優秀なブリーダーでした。仕事の腕が抜群で、ペットや猛獣の扱いが天才的だったんです。そして独特のユーモアと巧みな話術を持っており、魅了される人も多かったといいます。メディアの使い方も絶妙で、雑誌やテレビの取材をうまく使い、大々的に自分の店を宣伝していたんです。そんな関根はあることをきっかけにペットショップ業界で大きく躍進することに。そのきっかけとはシベリアンハスキー。当時はシベリアンハスキーはまだ珍しかったんですが、日本に初めてこの犬種を持ち込み、一大ブームを作り上げたんです。いやシベリアンハスキーってもう今めちゃくちゃ人気なペットじゃん。関根が持ち込んだんだ。いやそうなんですよ。そう考えるとね、すごいですよね。まあね、犯罪者としてね、目立っちゃったんですけど、もともとはね、結構すごい人だったんですよ。当時の日本がバブル真っ只中ということも追い風になり、シベリアンハスキーでアフリカケンネルはボロ儲け。ところがその喜びはつかの間、2人をある悲劇が襲います。それはバブルの崩壊。企業の倒産が相次ぎ、株や地価が下落し、大不況時代に突入したんです。アフリカケンネルの経営状況も地の底に落ち、多額の借金を抱えることになってしまったんです。まあペットってね、やっぱお金かかるんで、まあ、ちょうどね、関根のね、時代で言うとバブル崩壊っていうのを影響もろに食らってて、ということはですね、ペットってね、やっぱお金に余裕がある人じゃないと買えないっていう現実があってですね、ペットショップ業界もね、もろに影響をね、受けてたんですよね。でもさ、そんな知名度がある人だったんだったら助けてくれる人ぐらいいそうだけどね、関根さん。まあ確かにねと思うんですけど、実はこの関根ね、全然人望がなかったっていうね、話なんですよね。シベリアンハスキーブームの仕掛け人として一躍有名となった関根。しかしその一方で彼にはある悪い噂が広まっていたんです。それは虚言癖があるというもの。実は客をはじめ周囲の友人や知人に、自分は異色の経歴を持つ資産家だなどと豪語していたんです。さらにテレビや雑誌の取材を受ける時も嘘だらけ。そんな関根には人望が一切なく、辛い時に助けてくれる人が全くいなかったんです。それどころか暴力団と関係を持っており、彼らのお金に手をつけて小指を詰められたことも。そのため関根はどれだけ苦しくても誰の力も借りることができず、現状を打破するため悪徳商法に手を染めることになってしまったんです。不況がきっかけっていうところはまあ確かにかわいそうなんだけど、結局これも自業自得じゃない、最終的には。まあそうですよね。なんかやっぱ、まあ、僕らもね、自分たちでこう会社やってますけど、関根みたいにね、こう自営業とかね、自分でやってる人たちって絶好調な時こそね、こうね、身を引き締めてね、もっと頑張ろうみたいな、こう誠実にね、人と向き合ってやっていくっていうのがやっぱ後々聞いてくると思いますし、やっぱそういうのが大事かなと思うんで、それで言うとさ、奥さんはどうなの？さっき共犯者とか言ってたよ。それで言うとね、本当にもう奥さんこそ一番やべえ人なんですよ、実は。関根の妻であり共犯者である風間弘子。彼女は裕福な家庭に生まれ、何不自由ない生活を送ってきた箱入り娘でした。もともとは保育園で働いたり、実家の仕事を手伝ったりと、犯罪とは無縁の環境にいた彼女。そして関根と結婚してからはお店を手伝うようになるんです。それどころかお金の管理能力が優れていたことから、店の経理を担当し社長にまで就任。しかし彼女にも大きな人間的な欠陥があったんです。
それは常軌を逸した嫉妬深さ。実は関根はバツイチだったんですが、風間は元妻に並々ならぬ対抗心を抱いていたんです。関根は元妻に無理やり入れ墨を掘らせるという遊びをしていたんですが、どんな遊びやねん。風間はこれに対抗し、ある日なんと背中に竜の入れ墨を掘ってきたんです。もう全員バカ。このように風間は嫉妬深く依存体質のある女性で、関根に異常な忠誠心を持っていたんです。そのため関根の犯罪に反対の色を示すどころか、従順に従ってしまうんです。こっちもやばいじゃん。いやいやもうね、こうしてね、極悪非道の最悪なね夫婦がね誕生してしまったんですよね。まあね、ヤミゴさん恋したことあります？僕はありますよ。やっぱね、あんた誰に向かって恋の話してんの？分かったで、誰だと思っていちいち切れなくていいから。人を好きになるとその人の言うこと全部正しく見えたりとか、はいはい、Love is blind ね。ね、そうなんです。恋は盲目というね言うんですけれども、まあそういう状態だったんでしょうね。プラスね、やっぱ遺体がね全然見つからなかったということで、警察もね捜査がねかなり難航していたんですけど、ついにね捜査にね進展があったんです。決死の逆転劇。警察は一連の失踪事件が関根による連続殺人事件だと確信を持っていたんです。しかしそれを裏付ける物証が全く見つからなかったんです。関根の思惑通りこのような状況では立証が不可能。そこで警察が目をつけたのが従業員 Y。 この時点では彼が共犯者であることは判明していなかったんですが、関根の部下ということで有力な情報を得られると踏んだんです。そうして始まる Y への事情聴取。しかし彼は脅されている身、事件への関与を否定し、手がかりも特に出てこないんです。これも空振りか。落胆した警察なんですが、ここで事件が一気に解決に近づく出来事が発生するんです。取り調べの後 Y は自分の妻と共に行方をくらませたんです。 Y はね罪の発覚を恐れて逃げたんですよね。これがねきっかけだったんですよ。これ早とちりってことよね。だって Y ってまだ共犯者って分かってなかったんでしょ、警察。そうなんですよ。だから警察からしたらまだこうね、そこまで疑ってねえやつが逃げたから、これは絶対なんかあるぞ、Y が絶対に事件に関わっていると見て、ちょっとこう捜査方法を変えたんですよね。関根をいくら捜索しようが手がかりが一切見つけられなかった警察。しかしここで Y が共犯者として明らかになったことで捜査の対象を Y に転換します。するとある驚愕の事実が発覚したんです。それは Y の妻が勤務先の建設会社から5000万円もの大金を横領していたこと。Y 夫婦の弱みを握った警察。まず横領罪で妻を逮捕し、さらに Y に取り調べに応じるように訴えます。ここで Y は観念し、一連の事件についてついに供述し始めるんです。その結果、遺体が遺棄された大まかな場所の特定に成功。遺体はバラバラに分解され徹底的に処理されているんですが、4人もの遺体を完全に消し去ることは不可能なはず。埼玉県警は総力を挙げて物証探しを開始。捜査の舞台は川。多くの捜査員が川の中に入り、砂利をふるいにかけ一つ一つ確認していきます。地道。そしてとうとう決死の捜査が実を結ぶんです。なんと骨の破片が見つかったんです。さらに被害者が身につけていた時計や壊された携帯電話の基板など次々と物証が見つかっていきます。こうして4人の失踪者が関根を主犯格とした3人に殺害され遺棄されたことが証明されたんです。人の心を支配し殺害を楽しんでいた関根に下された判決は死刑。その共犯者である妻風間もまた死刑の判決が下されました。従業員 Y は捜査への協力と脅されていたということを考慮され、懲役3年の実刑判決という結果に。利益のために愛犬を殺害し、さらには連続殺人事件にまで発展した冷酷すぎる関根夫婦の人生がここに幕を閉じたんです。この埼玉愛犬家連続殺人事件なんですけど、映画「冷たい熱帯魚」のね、元にもなったね事件なんで、なんか聞いたことある映画ね、これね。興味ある人はねぜひ見てください。そんな映画よりアルゴメトリーの好きっていうメトラーはチャンネル登録してね。チャンネル登録してね。俺の分は